こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さて、今日はですね、この動画はさっき上げた動画の続きです。今回4月の星読みっていうのは前半と後半に分けさせていただきました。まだの方はまず前半をぜひご覧ください。そこにでお話ししている話の流れの中でこの後半を見ていただくと理解していただけるのではないかと思います。ということで後半はですね、4月の12星座別の、星読みアドバイスというところに移っていきたいと思います。では、早速ですね、前半から引き続いて見ていただいているので、長くならないように、皆さんの貴重なお時間ですので、もう早速いきます。お羊座ですね。お羊座の4月、人生の大事な場所にスポットが当たる季節です。ターニングポイントにいることを確認して、確信していくという人も今回お羊座さん多いんじゃないかと思いますね。より自分の人生の目標や道が明確になっていくし、それによって人間関係も割と華やかになっていって、そしてそれによって誰と付き合うのか、今後の人生のために、どことより深く関わりたいのかっていうことが明確になっていきます。で、この4月にですね、がっつりと付き合う相手を間違えなければ、今後の人生、喜びを感じる機会が増えていきそうですから、結構、人選びは4月大事だと思います。牡牛座、内政のエネルギーからスタートしますが、月の途中からふっていう感じで迷いが消えて、霧がパッと晴れたように未来が明確になっていくお石座さんは多いと思うので、前半悩んでいてもちょっと後半期待しましょう。満月頃には自身の日常とか日課、それから仕事や生活のバランスへの見直しが必須となります。これをするからいいんじゃないかと思うんですね。そして後半の新月では長期的な目標への道が、これだった私の本当の目標はっていうのが見えてくると思います。双子座、3月内省してたはず。してた人は4月に一気に混乱や停滞が止まります。そして物事がどんどん進み始めていきます。だからここに追いつけないと、停滞のまま、あれ、みんなに置いていかれちゃうってなりますから、ちょっと置いていかれてる分は積極的にそこを縮めるべく、倍の動きっていうのはちょっと必要ですね。仲間とか同志との将来の計画がぐわっと盛り上がります。だからここにぜひ、遅れないようについていくことが大事ですね。ポジティブで豊かな感情とともに情熱的に取り組む未来などにも視点が移っていき、これはなんか一人でやることじゃないっていう感じですので、ぜひ置いてかれないように頑張ってついていきましょう。私も双子座です。頑張ります。蟹座。あなたの星座にいた火星が今月の後半に獅子座に移動する。これ前半のところでたっぷりとお話をしましたが、ことにより感情的な浮き沈みとかプレッシャーのようなものをずっと感じてた人もパッと軽減されますね。焦りが解けて落ち着いて冷静に考えられるようになると思います。それから家族との関係の中であった問題っていうのが割と解決されていきやすい時です。そしてそれによって感情、生活の状態っていうのが安定していく4月。獅子座、火星があなたのサインに今度は入ります。自分への自信と信頼を取り戻しましょう。下降気味になっていた人も、獅子座がね、2024年が運気があまり良くなくて、ちょっとやっと今、まだね、そんな急に良くなるわけじゃないから、取り戻しているというエネルギーはあったんですけれども、ここでエネルギーの高まりを感じて、目標に対して積極的にもう一回アプローチをするっていうことをすれば大丈夫、元に戻ります。以前チャレンジして結果を残せなかった人も今一度行動を起こしてみましょう。よいしょ。乙女座。金銭的なこと、感情的なことなど、自分の価値観をもとに再評価することが求められる月ですね。自分自身の財産って言ったら、お金もそうなんだけど、財産としての才能とか持ち味、この人の良さみたいなもの、それの使い方とか、人間関係の中で乙女座的な得意分野での立ち回り方、立ち位置などを自分で一回明確にして、その強みを生かして、周りとの調和とともに上昇していきましょう。これはもう先生術師で集まると、誰アシスタントにしたいって
星座で選ぶならっていうと、みんな多分乙女座っていうと思うんですね。乙女座がいてくれることで全部説明しなくてもいろんなことがこうすんなりいく、もうほんと影の力持ち、影の力持ち、影の功労者なんですね。で、それは影であっても、ものすごく分かる人には本当に感謝してもらえている。もう影じゃなくて、なんならばそれこそが光ですっていう。だからそれをちょっとね、意識していかれるといいと思います。天秤座での満月がありますので、太陽や水星や海王星が真向かいに来るっていうことになりますね。天秤座の人にとってはね。なので、天秤座にとってはこれがまでのやってきたことの結果が出る大事な月です。もちろん完璧なんて無理だからみんなね、間違えたり失敗したりあるんで、全員そうです。で、ただ、だからそれの結果は1回出るから、結果が出ると、あ、やっぱりこのやり方ダメだったんだな、書き換えようとか、あ、これはうまくいってる、よかったなとか、そこを答え合わせができる月だと思うといいと思います。だから自分の中で厳しく向き合うべき課題っていうのはドーンと、見てきますけど、この特に金星、水星の逆行期の間にね、混乱していたこととかは、来ますけど、でもちゃんとここで向き合うことができると、ある意味これはご褒美月になる。というね、感じがします。さそり座、この数ヶ月頑張った人多いはずです。さそり座頑張ってました。ここで一旦振り返る月です。といっても、せっかく積み上げてきた行動を止めてしまったらもったいないので、続けつつなんですけど、続けるための振り返り月ですね。その上でさらに仕事とかキャリアへの情熱を再燃焼させて燃やして進んでいきましょう。いて座、家庭内での問題や私生活で持ち上がってきた課題がずっといて座あったんですけれども、ね、ずっとね、毎月、ここ数ヶ月、そんなことを言っていたと思いますが、一旦落ち着きそうです。また、コミュニティ内であなたの役割が明確になって、あなたの良さや強みや個性が認められる可能性があります。でも、ずっと隠れておとなしくいたらもちろん認められようもないので、ちょっとそんな好きだから動いてみようとかね、ちょっと外に出てみようとか、新たな冒険やチャレンジ精神っていうのをね、生まれてきやすいのでやってみるといいと思います。ヤギ座、パートナーシップっていうところにおいての戦い、争いっていうものが続いている人は多いかもしれませんが、ここで一旦休息することがおすすめです。そうすることで、キャリアとか仕事へのエネルギーがだっとね、集中して強くなります。集中できるので、大きな成果を上げることが期待できる。より長期的なゴールを目指すためには、小さな争いみたいなものは手放していきましょう。ヤギ座ってエネルギーがどっかに向いてる中で仕事をするとか、向いてる中で恋愛をとかいうのは、うまくいかないんですよ。ですからやっぱり今のこのゴールというところに全振りエネルギーをするためにもですね、ちっちゃな争いはもう手放しましょう。水亀座、水亀座の冥王星は今月はブラックムーンからの干渉を受けております。なので、自身の奥深いところにあるエゴとか不安、恐れと向き合うことになるかもしれません。ただそれは天秤座のね、満月でも、あのあなたの人生で何を信じるのかっていう問いかけがきっとやってくるので、そこでなんか明確な答えが出てきそうな気がします。魚座、心優しい魚座が人の役に立つことを心から喜びを感じているならば、確かにそれがあなたの人生の使命であり、目的であることを確信する月です。なんでいいのかな、なんかかっこいい、みんなすごい億万長者になるとか、ああいう夢を私も作らなければいけないんじゃないか、ではなくて、あなたらしい、そのまんまで、さっきの前半で出たカードですよね。I love myself as I am. As I am っていうところがポイント。私のありのままの私のままで愛せなければ、それを愛していると言えないわけですから、それやってください。それがより私の今世のお仕事だって、私は精神的な喜びや豊かさってやっぱりお仕事なんだっていうふうにコミットしていく機会も増えていくので、そういうクラスをやってる人たちは、やっぱり、そういうクラスの、予約がよく入るなとか、やっぱりこれが私の仕事だなっていうふうになっていくんじゃないかと思います。私の提唱しているスピリアル、セプタグラムソウルジャーニーコーチングメソッドっていうのは、いろんなそこから派生したクラスを、クラスを作るのが私の得意技ですので、分析力、文章力、左脳で
構築していくとかいうことはずっとバックグラウンドでもやってきてますから、で、作るんだけど、クラスをね、提供するのはそれぞれいろんな個性が面白い人とか、寄り添える人とか、こういろんなね、個性の人がやっていくといいなと思ってるので、生徒さんたちにお渡ししてやっていただくんですけれども、本当に左脳的なクラスより、もうこの数ヶ月、光を見つけるクラスとか、潜在意識にアクセスするクラスとか、あなた自身が全てを許せていかない限り、あなた自身も許されていかないから、許せる人になりましょうっていうクラスとか、こういう精神的なものがですね、ものすごい大人気。もう本当にたくさん生徒さんたちが予約を、もらっているようです。だからそういうまた興味がありましたら、そのクラスにぜひ問い合わせいただいたら、講師の皆さんをご紹介しますので、いただいてもいいんですけど、こういうクラスがやっぱり今おすすめの時かなと思います。ということで、12月じゃない、4月です。4月ね、12星座別の、開運アドバイス受け取っていただけたら嬉しいです。また、コメント、いいねボタン、チャンネル登録も普通に全部めちゃ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 嬉しいですので、ちょっと時間ゆとりがあるという方は、ぜひ、感想など書いてみてください。では、素敵な4月をお過ごしください。